さんこんにちは、もとみです。今日は初めてのメイク動画にチャレンジしてみました。リクエストいただいてたんですけど、この撮影が3回目に実はなってまして、ずっとク気が取れなくてお蔵入りをしておりました。ちょっとまだ隣の部屋でりょうたろうさんが寝ているので、今日はアフレコでお届けしたいと思います。メイク動画も全然撮り慣れてないし、アフレコも撮り慣れてないのでちょっとお見苦しいかもしれないんですけど、よかったら最後まで見ていただけたらと思います。ちなみに私奥舞台なんですけど、奥舞台なりにいろんなメイクを研究してきて、かつ結構ラブイズブラインド撮影の時よりもすごい垢抜けたねって言っていただけることがすごく増えて、でりょうたろうさんにも出会った時よりも今の方が100倍可愛いみたいな言われたんですけど、どんだけ前はお芋やったねみたいなどんだけ思うんですけど、でもそんぐらい結構本当に髪型と髪色髪型とメイクの仕方とか、色味使いとか、そういうのを変えただけで結構そういう風にいろいろ周りの方から言っていただけるようになったので、ぜひ参考になれば嬉しいです。はい。で、もう今妊娠中で結構肌荒れがすごくしているのと、あと夏に出した動画の時はもうすでに9キロ実は妊娠して太っているので、結構首にちっちゃだったりとか、コンディションはちょっと最悪なんですけど、でも少しでもそのポイントとかが役に立てば嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。最初は下地から。最近はこの3つの下地を使い分けています。季節とか使うファンで肌のコンディションに合わせて使い分けられるようにしています。今日はセザンヌのトーンアップベースを使っていきます。で、ツヤっと明るい白肌にトーンアップしてくれるけど、白浮きすぎず馴染むところがすごいお気に入りです。で、伸びもよくって、SPF50 プラス PA4 プラスのウォータープルーフなのにノンケミカル処方で、しかも簡単に洗顔料でオフできるっていうのも優秀です。コンシーラーは最近ゲットしたんですけど、この韓国コスメのルナのコンシーラーを使用しています。チップでそのままつけるとつきすぎて寄りやすいので、こんな感じで手の甲につけてから指でポンポンってつけるようにしています。で、ルナのコンシーラーは軽めの色味なので、シミとかニキビ跡とかを明るさや光であらを飛ばすイメージのコンシーラーかなと思います。ニキビできちゃった時とか、しっかり隠したいっていう時は資生堂のスポーツコンシーラーを私は使ってます。これも本当にいいです。で、ムラがないようになじませたい時は&Bのスポンジに水を含めてこんな感じでポンポンしていきます。このスポンジもね、すごい人気だけど、人気なだけあるというか、すごい使いやすくて、私もめっちゃ愛用してます。ファンデーションは今回はこのドクターエルシアを使っていきます。これはね、ツヤ肌にしたいなっていう時に使っていて、カバー力があるっていうよりは薄いベールを1枚まとったっていう感じのファンデーションです。で、こんな感じで版画をつけてみたんですけど、伝わりますかね。うっすらベールまとってる感じになります。他にもラネージュとかケイトとかメイベリンとか、いろんなファンデをその時になりたい雰囲気に合わせて使い分けてます。パウダーはもうずっとこのキャンメイクを愛用しています。このマシュマロフィニッシュパウダーなんですけど、付属のパフで眉毛周りとテカリを押さえたいところに軽くつけていきます。で、ここからはアイブロウをやっていきます。&B とケイトのアイブロウパウダーを愛用してて、あとこのトゥークールフォースクールのシェーディングも使っています。で、ブラシはパリスブローです。最初にケイトのアイブロウペンシルについているスクリューブラシでこんな感じで眉毛を整えます。次にアイブロウブラシで眉毛を描いていくんですけども、この時に眉頭からは描かないように気をつけていて、眉毛の中心の下あたりから目尻に向かって描いていきます。学生時代ピンセットで眉毛抜きすぎてマロ眉みたいになってて、自眉の長さがないのがね、すごいコンプレックスで、いつか眉毛のアートメイクしたいなって思っています。もしね、どこかおすすめのサロンをしている方がいたらぜひ教えてください。で、アイブロウペンシルで全体の形を整えていきます。
もうこの時ばかりはものすごい真剣です。で、そしてこの眉毛を完成させるのに欠かせないのがこちら。ケイトのスーパーシャープライナーで毛を一本一本描いていきます。眉尻に毛がないので、パウダーだけだと夕方には眉毛が消えちゃうのがすごい悩みだったんですけど、この一手間で眉毛の持ちが本当に格段に変わりました。で、朝メイクして夜帰ってきても眉毛がちゃんと存在してるんですね。で、正直もうこれは本当に練習あるのみって感じなんですけど、触れるか触れないかぐらいの軽いタッチで毛を描いていくとすごい自然な仕上がりになります。続いてケイトのアイブラウパウダーの一番薄い色を使って鼻筋を作っていきます。で、ポイントは眉頭からつなげるんじゃなくって、くぼみがあるところからブラシで少しずつぼかして入れていくと、この自然な仕上がりになって垢抜けた気がします。こんな感じなんですけど、伝わりますかね。この真ん中らへん、この目のくぼみあたりですね。あと昔は鼻筋をスッと見せたいから結構がっつり一直線にシェーディングを鼻筋に入れてたんですけど、最近はポイントで入れるようにしています。で、その方が中顔面短縮メイクというか、顔の長さがちょっと短くなる気がしています。あと最近のお気に入りのメイクポイントはこの人中部分ですね。唇の上に立体感が出るようにシェーディングを入れていることです。こんなにねがっつり描いちゃって大丈夫って思うかもしれないんですけど、ブラシとか指でしっかりぼかしていくと違和感なくなるのでおすすめです。トゥークールフォースクールのシェーディングで輪郭を整えていきます。で、色味はねこの薄い色と中間色の2色を使ってるんですけど、一番気になるフェイスラインのエラ部分と顎下で、ここがなんかすごく大事かなって思います。あとこの生え際も大事ですね。で、最近ハマってる眉マスカラはこのキャンメイクの眉マスカラなんですけど、これはね本当に色味が可愛くてお気に入りです。で、手の甲かティッシュで軽くオフしてからじゃないと結構ペタッとつきやすい眉マスカラなので、皆さん気をつけてください。こんな感じでアイブロウが完成しました。で、続いてチークとハイライトをしていきます。で、ビセとセザンヌがお気に入りで、もうこれはねずっと使ってます。で、ビセのチークは付属の筆が大きくて塗りやすいのがお気に入りで、こんな感じで頬の中あたりから横にスライドして、その後頬骨に沿って気持ち上に上げてつけていきます。で、昔は目の下にチーク入れるのが好みだったんですけど、そうすると顔が長く見えがちだったので、今はね顔の中央部分にチークを入れるようにしたらバランスが良くなった気がします。次にこのセザンヌの2色ハイライトを使っていきます。人中が短縮して見えるように上唇の上にピンク色をのせていきます。こんな感じでぷっくり立体的に見えるようにするんですけど、オーバーリップにするイメージで塗っていきます。で、リップでやるよりもチークとか色味のあるハイライトでやる方が自然に馴染む感じがします。で、下唇の中あたりも同様にやります。で、あとこのねアップノーズに見えるように鼻の先っちょに軽くポンポンってするのにもハマってます。次にねこの明るい方の色味を指の腹で取って頬骨の高い位置にスライドさせていきます。で、これは本当につきすぎないようにするのがポイントかなと思います。あとこの眉尻の下にものせていきます。で、続いてこのセザンヌのハイライトで鼻筋を完成させます。付属のブラシを使うとつきすぎちゃうので、指で少量取ってちょっとずつのせていくのがおすすめです。あとこの目頭にも軽くつけていきます。で、ノーズシャドウした横のところにも気持ちつけていくとより立体感が増すのでおすすめです。はい、ここからはアイメイクの方法をご紹介します。使ってるアイシャドウはほんといろいろあるんですけど、中でもキャンメイクとセザンヌはプチプラなのに優秀なものがたくさんあってほんと大好きです。で、他にもクリオとかルルシャルムとか最近すごい SNS でも人気のウォンジョンヨとかいろいろ使ってます。で、あとこれもめっちゃ好きでパーフェクトダイアリーのアイパレット、キツネの方は特に色味もだし付属の筆がすごい優秀です。で、まずベースにクリオの一番明るい色を使っていきます。で、このマットな質感が好きでかつこの上にのせる色味もつきやすい気がしています。で、続いてルルシャルムを使っていきます。
で洋服に合わせてちょっとオレンジっぽいメイクが今日はしたかったんですけど、最近はねこのザ・オレンジカラーっていうよりもほんのりピンクがかったオレンジカラーがお気に入りです。ちなみに私はこの指で使ってアイシャドウを塗ることが多くて、シャドウの種類によってはねこう筆も使うしチップとかも持ってるんですけど、指の方が微調整しやすいなって結論に至りました。でここからは奥二重さん必見なんですけど、しっかりと下まぶたにもアイシャドウを塗っていきます。で下まぶたをねしっかりとメイクすることで本当に垢抜けだなって思います。でただつけすぎるとなんかタヌキみたいになっちゃうから、なんか色味のチョイスとバランスが本当大事かなと思います。でこんな感じで上にというよりは横にぼかしていくと奥二重でもこうデカめ効果が期待できると思います。ここから締め色を入れていくんですが、個人的には奥二重さんは一般的に使うブラウンとかの締め色ではなくって、アイシャドウ全体の色味に合わせた濃い締め色を使うのがおすすめです。でブラウンで締めるとクールな印象にはなるんですけども、こう奥二重でただでさえ狭い二重幅がより狭く見える感じが個人的にはするんですね。なので可愛い系とか目を大きくしたいっていう時は濃い色味のある色で締めるのがおすすめです。続いて黄色いラメを涙袋に入れていきます。後でねしっかり涙袋は作るんですけど、ここでしっかり色味をのせておきます。で最後にお気に入りのラメをまぶた中央に軽くつけておきます。あんまりキラキラさせたくない時はこの工程省くこともあるんですけど、目を閉じた時にやっぱラメがあった方が可愛いから、休日とかはちゃんとこうラメをのせています。で続いてすっごい大事な工程でこの涙袋を作っていきます。でセザンヌの涙袋ライナーで涙袋を描いていきます。でこれだけでねお分かりいただけると思うんですけど、描くか描かないかでだいぶ印象が変わるし、目の大きさも変わります。で軽く綿棒でぼかします。続いてキャンメイクの涙袋コンシーラーで目頭から中央ぐらいまでを塗っていきます。でこれ SNS でバズってて気になって買ったんですけど、本当になんか昔はね明るいラメで涙袋作ってたけど、このちょっとマットな感じの方が自然で盛れるって感じです。個人的には TWICE のももちゃんみたいなお目目に憧れてるので、結構ねももちゃんの画像とか見ながらアイメイクは研究しました。でこんな感じですね。どうでしょうか。続いてパーフェクトダイアリーのパレット使っていきます。で目の重心を下に持ってこれるように下まぶたにラインを引きます。でこんな感じでね目尻はちょっとだけ開けるのがポイントです。でこのラインは黒目の下中央あたりまで引きます。でラインを引いた目がこちらなんですけど、ビフォーアフターで見ると印象がだいぶ変わるのが伝わるかなと思います。で気持ちちょっと目の丸みも出て大きく見えますよね。でちなみにこのパーフェクトダイアリーのキツネパレットの色目はこんな感じで、どの色もすっごい可愛いし、筆がねほんと優秀です。続いてまつげをやっていきます。で奥二重なのでビューラーでしっかりまつげ上げてもまぶたの重さでまつげがすぐに下がっちゃうのが悩みで、でもねこうホットビューラー的な形でビューラーを温めて使うと結構まつげの持ちが良くなる気がします。で松エクしてた時期もあったんですけど、やっぱりねメンテナンスにお金も時間もかかるので、イベントが重なるシーズンとか特別な時だけやるようにしてます。でこんな感じでまつげをしっかり根元から上げていきます。でマスカラはこの2つを使ってます。でまずはマスカラ下地からで軽くティッシュオフしてからつけていきます。でダマにならないように根元にこうグッとつけたらジグザグしながら毛先に向かってスッとつけていきます。下地をつけたら一度このコームで溶かしていきます。で続いてデジャブのマスカラを塗っていきます。でマスカラ下地同様根元から毛先に向かってつけていきます。でここからがポイントで、マスカラを縦にして束を作っていくイメージで塗っていきます。マスカラがしっかり乾いたら再度ビューラーで上げてフィットというかこう固定させて完成です。続いてアイライナーは眉毛描く時にも使ったこのケイトのスーパーシャープライナーを使っていきます。でアイラインを引く位置は本当目尻のみです。でとにかくただでさえ狭い奥二重の二重幅を埋めないようにこう細く描くのがポイントです。で鼻上げとかではなくて、目尻のラインに沿って引いていくことが多いです。こんな感じですね。
で下まぶたで引いたパーフェクトダイアリーと同様の色味を使ってアイラインを筆でぼかしていきます。これでアイメイクは完成です。で最後にリップを完成させていきます。最近のお気に入りのリップはこちら、セザンヌのリップティント。プチプラなのにつけ心地がほんと最高です。で今回はオレンジっぽいメイクなのでケイトのリップモンスターで色味をつけていきます。でポイントは唇でなじませた後指でぼかしてちょっとオーバーリップ気味にすることです。で軽くティッシュオフして色味を固定させます。でセザンヌのティントグロスを内側からつけていきます。で最後にねこの口角がキュッと上がって見えるように仕込んでいきます。&B のアイブロウパウダーのオレンジを使ってほんの少しキュッと上に描いていきます。でポイントは全体のバランスを見ながらちょっとずつ足すことで、口角が上がって見えると幸福度アップした顔にもなるのでおすすめです。メイクが完成しました。続いてヘアセットをしていきます。で生まれつきすごい癖っ気なので半年に1回ストレートにしてるんですけど、今は比較的ね落ち着いてます。でまずはブラッシングしてから、全体的にブローしていきます。でその時にしたい髪型に合わせてセットしていくんですけど、前髪を立ち上げたりもできるし、このブロードライヤーはもうなくてはならない存在です。この日はねブローしてる最中に前髪を下ろしたい気分になったので急遽前髪を下ろしたいと思います。で前髪はシースルーが作れるようにりょうたろうさんが切ってくれました。でアップスタイルもダウンスタイルもできるねこの前髪が今結構気に入ってます。で前髪がねちょっと割れてるのが気になるので水で濡らしてから改めてブローしていきます。左右交互に分けながらブローするとバックリ割れが治ります。でブローとヘアオイルで終わらせる時もあるんですけど、今日はアイロンでヘアセットもしていきたいと思います。で今の髪の長さになってからはストレートか内巻きワンカールの方がすっきりして小顔に見えるので、だいたいそのどっちかで前髪は上げたり下げたり日によって変えてます。でセットはオイルとバームをミックスしています。このやり方はりょうたろうさんに教えてもらいました。で手のひらでよく混ぜたらまずは毛先からつけていきます。でこんな感じで内側にもしっかりと揉み込みます。でそして髪全体になじませるんですけど、表面にベタッとつけないように注意してください。で最後に指先に残った少量のオイルで丁寧に前髪を整えていってヘアセットが完了です。こんな感じで仕上がりました。ということでいかがでしたでしょうか。着る服とかその時の気分とか髪型とかでメイクの雰囲気を変えたりするんですけども、最近はこんな感じのちょっとオレンジっぽいメイクとかにハマっています。少しでも誰かの参考になれば嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントお待ちしてます。バイバーイ。